日本語学習チャンネルビューティフルフレンズ日本語教師の安井です。今回は日本語の試験っていくつあるのという疑問にお答えしたいと思います。実は日本語の試験はたくさんあって入管に在留資格申請をする際に提出できる日本語検定試験だけでなくいろいろな試験があります。そこで、ここではその中の12個の日本語の試験を紹介したいと思います。まず1つ目は、一番よく知られている日本語能力試験 JLPT です。これは公益財団法人日本国際教育支援協会および国際交流基金が運営しています。この試験が実施されるのは日本国内の主要都市と海外、アジア、北米、南米、欧州、中東、アフリカなど主要都市です。測定される日本語力は語彙、文法といった言語知識の量、そして読む力、聞く力です。話す力と書く力の試験はなく、4技能5領域を実際に測る試験ではありません。判定される日本語のレベルは N1 から N5 の5段階に分けられ、N5 入門レベルとして N1 が最高レベルになります。問題もマークシート方式で3択から4択問題です。各レベル180点満点で、それぞれ約100点から90点で合格になりますが、各科目で最低基準があるので、それをクリアしなければ合格できません。試験の実施回数は年2回。7月と12月に実施され、海外では年に1回の国もあります。申し込み期間は7月の試験は3月から4月。12月の試験は8月から9月で、結果発表は7月の試験は8月末から9月、12月の試験は1月末から2月と約2ヶ月かかります。受験料は7500円です。日本での就職や留学、在留資格を取得するための指標として最も有名な試験です。2つ目の試験は J テストです。この試験は日本語検定協会 J テスト事務局が運営しています。試験が実施される年は日本国内では開催時期によって開催される年が変わります。また、海外ではアジアと南米に事務局がありますが、欧米やアフリカでは今のところ実施されていません。詳しくはホームページで確認してください。測定される日本語力は読む力と聞く力の試験です。マークシート方式ですが、A から C レベルと D から E レベルの試験では漢字の読み方を書く問題と短文作成の記述式問題、つまり書く力の試験があります。判定される日本語のレベルは上級者の A から C レベル、初級から中級の D から E レベル、入門者の F から G レベルがあります。上級向け A から C レベル試験は1000点満点で900点以上が A 級、700点以上が準 B 級、600点以上が C 級です。初級から中級向けの D から E レベル試験は700万点で500点以上が D 級、350点以上が E 級です。入門の F から G レベル試験は350点満点で250点以上が F 級、180点以上が G 級です。試験の実施回数はレベルによって違い、A から C レベル、D から E レベルは年6回、1月、3月、5月、7月、9月、11月に実施されます。入門者向けの F から G レベルは年2回、
5月、11月に実施されます。申し込みは各試験の約2ヶ月前から1ヶ月前までインターネットで申し込みができ、結果は試験後約3週間で確認できます。受験料は5,800円で、中高生は2,900円と割引があります。難易度が一定なので、何度も受けることで日本語力がわかります。生きた日本語が数多く出題されるのも特徴です。3つ目は、外国人日本語能力検定 JLCT と呼ばれる試験です。これは一般社団法人外国人日本語能力検定機構が運営しています。この試験は日本国内では実施されません。実施されるのは海外、インドネシア、ベトナム、バングラディッシュ、ネパール、中国、ミャンマー、パキスタン、モンゴル、スリランカ、タイ、マレーシア、エジプト、アラブ首長国連邦、13カ国です。国によって実施予定が違いますので、必ずホームページで確認してください。測定される日本語力は、語彙、文法といった言語知識の量と読む力、聞く力です。すべてマークシート方式の試験です。判定される日本語のレベルは、上級の JCT1、準上級の JCT2、中級の JCT3、準中級の JCT4、初級の JCT5 の5つです。総合得点が合格ラインを超えなければならないのと、各科目 31% 以上正答することが合格基準となります。試験の実施回数は年6回、1月、3月、5月、7月、9月、11月の日曜日に実施されています。申し込みは試験の約3ヶ月前から試験直前までインターネットで申し込めます。結果は試験後7日から20日前後でわかるので、とても早く結果を知りたい人にはいいです。受験料は6,000円です。JLCT は他の試験と違って試験日の直前まで申し込めて、また結果が出るのも早いです。日本語能力試験の合格を目指す人のプレ試験や腕試しとしても利用されています。試験対策の e ラーニングシステムや介護日本語能力テストも実施しています。4つ目の試験は標準ビジネス日本語テストで STBJ という試験です。これは一般社団法人応用日本語教育協会が運営しています。中国、ベトナム、スリランカ、パキスタンに試験の事務局があり、受験する際はインターネットを見てそれぞれの国へ連絡します。測定される日本語力は語彙の量と読む力、聞く力です。すべてマークシート方式の試験です。判定される日本語のレベルは BJ1 から BJ5 まであり、試験は1000点満点とされ、800点以上が BJ1 レベル、650点から800点が BJ2 レベル、450点から650点が BJ3 レベル、250点から450点が BJ2 レベル、249点以下が BJ5 レベルになり、合格不合格ではなく得点でレベルがわかります。実施時期は不定期で、今年2025年は年6回あり、2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月に実施されます。結果発表は早く、試験実施後約10日以内でウェブサイト上で確認ができ、1ヶ月以内に結果通知が郵送されます。受験料は4,500円です。
この標準ビジネス日本語テストは一般的な日本語の語彙や表現だけではなく、ビジネスに求められる敬意表現やビジネスマナーに関する知識まで測れます。受験できる国が限られていますが、他の試験に比べて試験時間が短めで料金も若干安いです。5つ目の試験は実用日本語運用能力試験トップ J です。これはトップ J 実用日本語運用能力試験実施委員会が運営しています。この試験は日本、中国、ベトナム、ネパール、台湾、スリランカ、ミャンマー、インドネシア、バングラデシュの9カ国で実施されます。開催国によって状況が変わるので、ホームページでよく確認してください。測定される日本語力は文法、語彙といった言語知識の量と読む力、聞く力です。すべてマークシート方式の試験です。判定される日本語のレベルは上級、中級、初級の範囲があり、得点に応じて上級と中級は ABC、初級は A4、A5、B、C というふうに評価され、合格不合格ではありません。実施時期は不定期で、2025年の日本開催は年6回、1月、3月、5月、7月、9月、11月。申し込み方法は各国の問い合わせ先に連絡してインターネットで申し込みます。結果は試験から約3週間から4週間でわかります。受験料は5800円です。ビジネスの場面や日本社会など日本文化への理解を重視し、生きた日本語を問題に取り上げています。各国のサイトがあるので、対象国は母語で申し込みやすいです。6つ目はナットテストです。これは教科書などを作っている専門教育出版が運営しています。この試験が実施されるのは日本国内では東京と大阪、海外ではベトナム、ネパール、ミャンマー、インドネシア、スリランカ、モンゴル、カンボジア、バングラディシュ、フィリピン、インド、タイ、ブータン、ウズベキスタン、キルギスの14カ国で実施しています。測定される日本語力は語彙、文法といった言語知識の量と読む力、聞く力ですべてマークシート方式の試験です。判定される日本語のレベルは1級から5級までの5段階で、それぞれの級に申し込んで試験を受け、合格か不合格の判定になります。JLPT と同じ合格基準です。試験の実施回数は年6回、2月、4月、6月、8月、10月、12月に行われます。日本国内からはインターネットの申し込みで締め切りは1ヶ月前です。海外は各国の事務局に確認してください。試験の結果は試験日から約3週間以内にわかります。受験料は5500円です。出題の基準と構成は日本語能力試験 JLPT とほぼ同じで、JLPT は年2回ですが、ナットテストは年6回あります。ただし、国内は東京と大阪だけです。JLPT を受ける前にチャレンジで受けてみたり、JLPT を受けてあと少しで不合格だった場合、次の JLPT まで待たずにナットテストを受けて合格するという方法など、使い方はそれぞれあります。7つ目は、生活職能日本語検定 JSART です。これは、公益財団法人国際人材開発機構が運営しています。この試験が実施されるのは
日本国内では東京のみで、海外では中国、ベトナム、ミャンマー、ネパール、モンゴル5カ国です。また、インド、インドネシアやフィリピンでも実施できるよう準備中です。測定される日本語力は、語彙、文法といった言語知識の量と読む力、聞く力で、すべてマークシート方式の試験です。判定される日本語のレベルは上からマスターコース、アドバンスコース、ベーシックコースと分かれていて、マスターコースはアドバンスコースの C1 合格者以上でないと受験できません。アドバンスコースは正解率によって3つのレベルに分かれていて、60% 以下だと不合格になります。ベーシックコースも正解率によって3つのレベルに分かれていて、50% 以下だと不合格になります。3つのコースの試験がありますが、一般的なベーシックコースは年6回、1月、3月、5月、7月、9月、11月に実施され、アドバンスコースは7月のみ、マスターコースは11月のみ実施しています。申し込みは約2ヶ月前からで、定員になり次第締め切りになります。試験結果は検定終了後10日前後で郵送され、インターネットでも確認できます。受験料はマスターコースが15,000円、アドバンスコースとベーシックコースが5,000円です。この生活職能日本語検定 JSART は日本語の能力だけでなく、日本の習慣や文化を含め、生活や仕事に必要な能力を評価、測定できる試験です。ちょっとマスターコースの料金が高いです。8つ目は日本語能力試験 JPT です。これは一般社団法人日本語能力試験実施委員会が運営しています。この試験は日本国内では東京、大阪が中心でほぼ毎月実施しています。また、愛知や福岡、岡山でも開催されることがあります。海外ではタイ、韓国、中国、台湾、ベトナム、インドネシア、香港、マカオ、ミャンマー、スリランカ、フィリピン、ネパール、バングラデシュ、カンボジアで実施され、ほぼ毎月試験があるところが多いです。試験結果は合格不合格ではなく、初級から上級まで同じ試験を受け、スコアで日本語能力を測るタイプです。英語の TOEIC と同じスタイルで、読む力と聞く力のマークシート方式試験で990点満点です。得点によってレベルが分けられます。申し込みは約2ヶ月前から1ヶ月前までで、国内受験はアプリのダウンロードが必要になります。海外は各国のホームページを確認してください。試験結果は2週間以内にアプリで確認ができます。受験料は6,000円です。通常の JPT の試験より初級向けの試験 JPT エレメンタリーという試験もあり、これは日本語能力試験でいう N4、N5 レベル相当のみを測る試験になっています。初級の学習者さんは受験しやすいテストです。JPT は試験の回数が多いのでチャンスが多いです。即答が求められるテストなので、真のコミュニケーション能力を測ることができます。9つ目は日本語オンラインテスト JOT です。これは一般社団法人グローバル共生社会推進機構が運営しています。これは今まで紹介してきた試験と違って、コンピューターベースドテスティング CBT と言われる試験方式で、
受験者がインターネット環境を整えれば、原則いつでもどこでも何度でも受験可能です。測定される日本語力は、文字語彙、文法といった言語知識の量と読む力、聞く力になります。判定される日本語のレベルは JT1 から JT5 までの5段階で、各得点区分の得点が一つでも合格最低点に達していなければ不合格になります。申し込みは日本国内、海外共通でアカウントを作成して顔認証、受験料支払いで申し込み完了のメールが届きます。結果はマイページですぐに確認できます。受験料は5500円です。JOT はいつでも、どこでも、何度でも受験可能なので、試験会場から遠方の方などに便利です。また、すぐに結果も出るし、検定に準拠した e ラーニングもあります。10個目は、プロゴスジャパニーズテストで、バベルメソッド株式会社が運営しています。これもオンライン形式の試験で、自宅や職場などインターネット環境があれば、どこでも受験可能です。一番の特徴は、話す力に特化した会話のテストです。インタビューや音読、スピーチ、プレゼンテーション、ロールプレイの試験があります。申し込みは法人向けに導入しているようで、個人で受けたい人はホームページで問い合わせをしてみてください。11個目は BJT ビジネス日本語能力テストです。これは公益財団法人日本漢字能力検定協会が運営しています。この試験が実施されるのは日本国内では約20会場、海外では約40会場です。ほぼ毎日実施されるので、インターネットで申し込んで、自分が希望する会場が空いていれば申し込みができます。CBT 方式でオンライン形式の試験です。合格不合格はなく、みんな同じ試験を受けて、得点によって自分のレベルがわかります。受験後、すぐにテストセンターでスコアレポートがもらえ、受験3日後から成績認定書がもらえます。受験料は7000円です。予約した試験時間の24時間前までなら受験日を変更でき、24時間前までならキャンセルも無料です。急に仕事になってしまった人とかも予定を変えられるので便利です。ただ、一度受験すると次の受験までに3ヶ月空ける必要があります。JLPT が知識を測るのに対して BJT は実践的な対応力を評価してくれるのが特徴です。最後、12個目は実践日本語コミュニケーション検定 PJC ブリッジです。これは株式会社サーティファイのコミュニケーション能力認定委員会が運営しています。ただ、現在、個人受験を一切受け付けていません。団体受験が必要な試験です。測定される日本語力は、読む力と聞く力です。判定される日本語のレベルは、企業で必要とされる日本語能力試験 JLPT N1 から N2 相当のビジネス会話レベルの日本語力を10段階で評価します。ペーパー試験とウェブ試験を行い、ペーパー試験は5200円、ウェブ試験は4600円です。試験結果は、ペーパー試験は約2週間後、ウェブ試験は即わかります。企業が外国人社員に求めるコミュニケーション能力と日本語力にフォーカスした試験です。いかがでしたか？いろんな日本語の試験がありましたね。
試験の形式や回数、開催場所など、それぞれ自分に合った試験を選んでチャレンジするといいと思います。試験の内容についても、自分が得意な試験内容もあると思います。私は試験が苦手ですから、得意なことをどんどん評価してもらえる試験があったら、受けたくなるのになぁと思いました。皆さんも自分に合う試験を見つけてください。それでは、またねー。今回の動画はここまで。またお会いしましょう。